私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも他のどんなものも私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。貨物船サナドリア号から押収されたのは VSC 麻薬およそ 500kg、 末端価格にして数千万ドルにもなる量です。ブレード大佐です。大佐、今回の麻薬はマンシーニ一家のものと言われていますが。ノーコメントだ。今あなたの身元に抱かれる彼ジョン・クリストファー・アーマックは悪と戦い、そして市民を守るためにその命を落としました。彼は皆に慕われ、彼自身もまた仲間たちを愛しました。ジェイシー、こちら21号車、連続少女誘拐事件の犯人らしきものを発見。現在トーマス通りをウエスタンユニオンビル方面へ逃走中。至急応援を。何、こっちへ向かってくるぞ。先着隊からの映像出るぞ。なんだこいつは。AC 弾装填、ナパームの準備だ。了解。よし、みんなベルトは締めてるね。近道だ。21号車からの応答はありません。近いぞ。少女に注意して対処。これでも暗いな。さすがケイト、これで袋のネズミさ。ほいと。あれ、犯人もバカじゃないみたい。センサー吐き出したら。ジェイシー、よせ。何、平気ですよ。それにしても厄介なところに逃げてくれたな。ダメ。うわ撃つな、ケイト。ブレード、俺。ジェイシー、ブレード、こいつは俺の中に早く撃て。ジェイシー、この子。ブレードを撃て。こいつの細胞が。ジェイシー。ケイト。
また愛する者を亡くしたな。あんなものができるまでは昔はここも静かだった。わしらマフィアにもルールというものがあった。今度の事件には深入りせん方がいいぞ。何、年寄りのおせっかいさ。お前の親父には世話になったのでな。何か知ってるのか？いや、ただお前まで失いたくない。手を引け、ブレード。ブレード。新薬の売れ行きはどうなの？はい、先日発売した電磁波性障害の予防薬ですが、副作用の幻覚作用があるにもかかわらず極めて順調です。1週間で300万セット完売しました。これも社長のご指示通り、政府や麻薬取締局をはじめとする各機関へ根回ししておいたおかげです。予防のためだといえば誰でも簡単に手に入れられますから。この腐った町にはお似合いね。ところでフレデリック、何でしょう社長。あなたの管理している工場、この頃生産効率が落ちてるようだけど。はい、実は労使交渉で少々揉めておりまして、工場ラインがフルに動いておりませんので。フレデリック、どうやら私の見込み違いだったようね。いや社長。全ては完璧で順調のようじゃないか。完璧ですって。
こんな茶番のどこが？例の最後のキーが揃うまで私の計画に完璧なんてありえないわ。8年前と同じよ。なるほど。それであと一人どうしても必要なんだな。そう、あれがないと完成しないのよ。話は分かった。だがこうして俺が直に足を運んでるんだ。報酬の話確かなんだろうな。もちろんよ。この件が片付いたら約束通り例の合法麻薬のマーケット全部あなたに譲るわ。そう来なくちゃな。お互い長い付き合いだしな。快適で安全な都市空間をお約束するスカイシティ。好評分譲中です。どう調子は？君が休んでる間の俺は最悪だ。へい、ちょっと待ちなお嬢さん。そこから先は立ち入り禁止だぜ。どちらにご用か承ろうか。俺は大佐の副官のティモ。宇宙軍。ブレード大佐に会いたい。なぜ？私は軍とハードコープ本部からここでの自由な捜査権をもらっているのよ。とにかく被害者に合わせて。だからできないってさっきあなたに聞いてないわ。いいブレード大佐、今回の怪物の出現は薬中やコソ泥とはわけが違うのよ。この事件はあなたたちハードコープの手に負える代物じゃないの。今回の事件には宇宙軍と関係の深いある企業が関わっている可能性があるの。企業ってどこの？それは軍の機密よ。機密ね。とにかくそのことを採集した怪物のサンプルを渡して。ダメよ。今はまだショック状態が続いてて、あんたの無神経な尋問なんか受けたら彼女の精神がボロボロになってしまうわ。やはり噂通り血は争えない。親子揃ってマフィアのボスとも手を組むスラムの支配者ってわけね。あなたたちが私に何か言う資格なんてない。私はジェイミー・アーマック、そこにいる偽善者ジョン・ブレードが殺した JC ことジョン・クリストファーの妹よ。でもそのこととこの事件とは別。兄の死の決着は法廷で、いえ私が必ずつけてあげる。気をつけることね。弾は前から飛んでくるとは限らないわよ。いいんですか？親父さんのことまであんな風に。ロレンツォと取引した。これでマフィアの構想も終わりだ。すごい父さん、マンシーニを出し抜けるんだね。あいつも20年は刑務所暮らしだ。シンクレア、本当にいい体してるぜ。どうだ、俺の女にならねえか？今度の計画がうまくいったら考えてもいいわ。なんだよこれからって時に。間に合ったわ。なんだよ間に合ったって。それは見てからのお楽しみ。
こいつは何だ？研究成果よ、パパと私の。じゃああれが。そう、完成したのよ。地球上で最もパーフェクトな生命体が。あと必要なのは最後のキーだけ。なんてやつだ。惑星開発用のあれを戦争の道具にしやがったのか。そうよ。あれは外惑星に眠る無尽蔵の資源を独占し、私たち人類の新たな1ページを開くために不可欠な技術なのよ。しかしこいつは使いようによっちゃえらい価値があるよな。まあゆっくり話し合いましょう、2人のために。そうだ、俺たちの未来のためにな。俺とお前の未来のために。この野郎、俺に何飲ませやがった。あなたと私の未来のために。お目覚めのようね。気分はどう？5つのファミリーを束ねるボスもこうなっては手も足も出ないわね。あなたよく言ってたわよね、強くなりたいって感謝してもらわなくちゃね。望んだようにしてあげるのだから。さあ始めましょう。麻酔は打たないわよ、マンシーに。生み出すことは常に痛みを伴うものだからドクター、エリスの様子は？体の方は順調に回復しとる。ただ精神的ショックが大きかったのか、一言も口を聞かんのじゃよ。両親を殺されたんじゃから無理もないが。パパ、今度パパのバスに乗せてよ。パパの運転してるスラム地区は危ないしな。この前いいって言ったじゃない。そうか？言ったよじゃあママがいいって言ったらな。本当に約束よ。あ、ママだ。エリスママここは嫌いか？フィービー、お前は無事だったんだね。ありがとう。私はエリス。あなたは？ジョン・ブレードだ。冷たい。昔事故でな。外見はともかく中身はほとんど生身じゃなかった。そう、あなたも生き残ったのね。でも私が知ってる人たちはみんな死んじゃった。生きている方が辛いこともある。かわいそうな子。でもあんな目に遭う子がこの町にはたくさんいる。宇宙軍のお嬢ちゃん、ブレードとあんたの兄さんは最高のコンビだった。あんたの言いたいことはわかる。だがな、あいつは8年前瀕死の重傷を負い、
自分から望んで体のほとんどを細胞化して生きながらえた。ブレードはひょっとしたら生き続けることで死者に対する責任や借りを返そうとしているのかもしれないな。兄貴、D地区に例の化け物が現れたっていう通報です。何？ジョン、死なないでね。今出られる人数の半数はフル装備で出動だ。またミュータントサーチが現場を。行くぞ。なんだよ、脅かしやがる。へい、お嬢ちゃん、こんなところにいちゃ危ないじゃないか。大佐、あれは。おい、待て待て、おい、手をどけろ。何を。どうする大佐。俺がおとりになって奴を引きつける。お前たちはこの先の広場に先回りし、各員ライフル弾を対装甲車用の鉄鋼弾に切り替え、ケイトの指示で一斉射撃。了解。任せて。ここか、最後のキーが眠ってる場所は。そこまでよ。そこのアマ、そんな弾で俺が殺せると思ってんのか。そんなバカな。伏せな、お嬢さん。やった。へえ、ざまあみやがれ、この化け物野郎。うわっ、ああティム。お嬢さん頼む。そいつで俺こと頼むわ。俺ごと撃てってか。できるのかい、この甘に。ジェシー。ダメ、できない。ジェシー。大丈夫、すぐ仲間のところへ送ってやるぜ。やめろ。
これは何なの？ダメだ。その遺体に触らないで。ティム！この遺体はドクターの指示で隔離されます。危険です。離れて。一体何があった？ミュータントが細胞レベルで侵入して。ティム！敵は待ち構えていた。15人が死んだ。来たのはマンシーニだ。マンシーニ？それもミュータントと化した最強のな。陽動作戦。さあ撃てなかった。私には。兄さんにも同じことが起こったのね。私はエリスも守れなかった。DNA 配列はほとんど人間と同じだ。だがイントロン情報に爬虫類の特質を持っている。いや、爬虫類よりむしろ恐竜に近い硬い皮膚、トカゲの尻尾のような再生能力。こんなものをなぜ誰が？理由はわからん。ただわしには神を冒涜する行為だとしか思えん。君が地下道で破壊したミュータントもすでに再生しかかっていた。現在は焼け残った全ての細胞を回収してマイナス190度 C で眠らせている。ティムも同様だ。これはミュータントの細胞にエリスのイントロン情報を書き込んだ。すると細胞分裂の速度が120倍になったんだ。ハーバードにいる友人にこれを見せたところ、この細胞から作られた人型兵器があれば全ての局地戦に対応した最終兵器の開発も夢ではないそうだ。それにこの生物なら宇宙でも生きられる。外宇宙開発ミュータント。それを兵器として発展させた。しかしこんな技術を持った人物はわしの知る限り一人しかいない。ドクター・セラル・シンクレア。ノーベル賞を受賞した天才。しかし彼は狂気の天才として学会から追放された。彼が生きているというのか？ドクター・シンクレアは8年前に焼け死んでいるはずだ。彼の娘エレクセル、シンテック産業の総帥にして陰では軍と手を組み、さらには宇宙開発の利権までをも手に入れた天才。全てはシンテックの仕業というのか？私はシンテック産業の裏調査に派遣されたのよ。するとエリスも生きていればシンクレアのところね。君は今回の任務を解かれた。はいさ、ハードコープ総監からの緊急連絡です。ブレード、市長が君の要請を却下した。なぜです？全ての証拠がシンテックの犯罪行為を裏付けています。我々と産業界は持ちつ持たれつということだ。いかん、市長よりさらに上のセクションが動いている。
我々には手出しはできん。事態はそんな悠長なことを言ってる場合ではないんです。シンテックは分かっている。しかし手出しはできない。いいな、絶対に動くなブレード。ジョン、死なないでね。JB、ブレード大佐ってのは最高の上司なんだぜ。兄さん。手を引けと言ったはずだ。今回の事件はハードコープごときの手に負える代物ではなかった。製薬会社を隠れ蓑にし、軍需産業をも手中に収めたシンテックと、その利権に群がる政治家どもが相手だ。初めから知っていたというわけか。しかもそれだけじゃない。お前の親父チャーリー・ブレードを殺したマンシーニが絡んでいる。ラッキー・マンシーニ、このわしを引退に追い込み、今やニューヨークの5大ファミリーをも指揮する男だ。お前に勝ち目はない。それにエレクセル・シンクレアは異常だ。狂気の実験を繰り返したノーベル賞学者、父セラル博士の後を継いで研究を完成させた。セラル博士でさえ自らの研究成果に恐怖して全てのデータを隠そうとしたのにな。それが少女たち。行くつもりか。血は争えんものだ。全てはお前の親父がシンクレアとマンシーニの陰謀を阻止しようとしたことに端を発したのだからな。あれも二人の。チャーリーと手を組んだのはマンシーニとシンクレアを葬り去るためだった。老いたとはいえ、わしにもまだマフィアの誇りはある。借りは返さなければな。シンクレアの作った薬が我々イタリア人の子供までをも廃人にしている。それにカトリックとして神を冒涜する実験を見逃すわけにはいかんのでな。どうやら迎えが来たようだ。チャーリー、君の息子はいい友達を持ったようだ。軍法会議者だぞ。私は宇宙軍情報部分析班の主任アナリストよ。サポートなしでどうするつもり？ヘイト、出撃だ。目的地はシンテック本社ビル。了解。お目覚めのようね、ミス・フランケンシュタイン。いや、新たな人類の可能性を切り開く神の子イブと呼んだ方がいいかしら。そんなに怖がらなくてもいいのよ。あなたと私は兄弟みたいなものなんだから。偉大なる父セラル博士、彼が行った遺伝子の研究はさまざまな分野に革命的進歩をもたらした。
だがそれを妬んだ保守的学者たちは彼の実験を非難した。学会を追われ地位も名誉もなくした父。彼は残された全てをかけてジャンク DNA イントロンの研究に没頭した。そしてついに神が封じ込めた暗号の解明に成功した。それは地上のあらゆる生物の進化をコントロールできるというものだったのよ。だが父を追放した同僚たちはそのデータがもたらす富に目がくらみ、母が死に全てに絶望した父は自らの研究データに恐怖した。私は許さない。父と母を奪った全ての者たちを。さあいよいよ天地創造の仕上げの時が来たわ。シンテックのメインコンピューターへの侵入はどうだ。5つのガードのうち4つまでは解除したけど、あと1つがどうしても。ちょっと散々でかい口叩いたんだから泣き言はなしよ。うるさいわね。ちょっと黙ってて。これはシンテックに送り込んだ私の部下が手に入れたものだ。ミュータントの体内に侵入すると数秒で全身にがん細胞を増殖させる。いわば狂った遺伝情報を与えるという代物だ。さあスタンバイ OK よ。今そっちに送るから。さすが JC の妹ね。見直したわ。半径3キロは完璧なレーダー網。ビル周囲にはサーチライト、しかもレーザー砲に転用可能よ。それにミサイルランチャー。まるで要塞だわ。どう接近するつもりなの？宇宙軍さんよ。ハードコープをなめないでほしいわね。よし、ゴーストモードに切り替えだ。シンテック上空まであと3分。シンテックまであと2分。シンテックまであと1分。突入箇所は地上23階、南西方面の第7エレベーター脇のロビー。了解。あなたが人類の新しい進化の担い手になるのよ。大佐行くわよ。いつでも OK だ。ハッチオープン。何？ハードコープのヘリが警戒網を突破しました。ハードコープ？面白いわね。今度はミスター・フランケンのお出ましというわけね。何しに来た？このビルの構造は複雑なの。サポーターも近くにいた方が成功の確率は 5% 上がるわ。
俺のそばを離れるな。負傷したら置いていくぞ。分かってるわ。ケイト、無事に侵入した。お前は帰還しろ。今日という日の余興にもってこいね。シンクレアとエリスは75階の社長室よ。なぜだ。そこが手術室にもなってるの。ここまでか。来るぞ。面白いおもちゃね。その先が非常階段よ。ダメだわ、開かない。ロレンソの弾丸は使えるな。恐ろしい弾だわ。前方に何かいるわ。気をつけて。ブレイド、下から何かが来るわ。早く逃げて。最強の兵士じゃなかったのか。即効性の発がんウイルスだ。褒めてあげるわ。でも所詮は子供のおもちゃね。さあ、あなたの出番よ。どうしたの？お前はここにいろ。こいつだけは見逃せない。どこへ行くの？あと2階よ。遅かったじゃねえか、ブレード。古いたち待たせるもんじゃないぜ。イタリア式の葬式を注文してたんでな。こいつはいい。さすがチャーリーの息子だぜ。俺はシャレのわかるやつは大好きなんだ。そう、お前の親父ももう少しシャレが分かってりゃ死なずに済んだのにな。
隊長さん、俺の組織よりてめえのを出すことになりそうだぜ。てめえも親父の待ってる地獄に行くな！ジョン・ブレードを殺しちまうには惜しいタフなやつだぜ。ブレード！ブレード！しっかりしてブレード！マシンにはやったわよ。マンシーニ、俺の名前を知ってるか？ついに狂ったか。ブレードさ。所詮はこの程度の男、頼りにしたのが間違いだったわ。エリス！ブレード、助けに来てくれたのね。ダメ！ここにいちゃダメ！ようこそミスターハードコープ。ここまで来るなんてさすがブレード大佐ね。俺は平気だ。今世紀最高のサイボーグ、ブレード大佐でももってあと2分ね。あなたにこの偉大な計画の意味が分かって。これは全人類が待ち望んだ神の意志なのよ。エリスはそのために生まれてきた。狂ってる。あなたたちには理解できないでしょうね。でもその子は私と父セラル博士のものなの。そして解析に必要なデータはもういただいたわ。ブレード、しっかりしてブレード、ブレード。若い方は無駄でしょう。父親ならなんとか今回のプロジェクトで救えます。あれは息子に、新しいハードコープに、あいつは素晴らしい警官になる。必ず。なんてこと。ハイさん、伏せて。ちくしょう！逃がさないわ。
マル博士、私たちの研究の結果を見せてあげましょう。小賢しい豆を。さあ、あなたの最高傑作エリスを取り込んで同化するのよ。ブレード！あいつは素晴らしい警官になる。必ず。無駄なこと。どうぞ。ブレード！私のために